さあ、今回もプロ野球解説、始めていくよ。今回は前回の日本シリーズの続きなんだよな。今回は前回の日本シリーズの後編となっているよ。もしまだ見てなかったら、前回の動画を見てからの方がわかりやすいかもね。ランキングの集計方法を説明するのが単に面倒なだけだろ。そうとも言う。さあ、まずは28位から26位までのシリーズを。ここは2015年以外は、結構古い年代が多いな。ちなみに28位の60年代と70年代、ここにあるシリーズはある球団が全て日本一になっているよ。それが巨人で、この1965年の日本一を皮切りに、よく知られている V9 時代が始まっとされているよ。ということは、この V9 時代の半分以上が同じスコアってことなのか？もちろん、今回の算出方法で出した数字だったらの話で、実際の総得点数は違っているけどね。まあ、この時代は巨人が圧倒的な実力を持っていたから、逆に他球団からは V9 ともなるとつまらなく感じたことだろうね。お次はさっきとは違い、南海が日本一を達成した1959年の日本シリーズだよ。あれ、南海の投手って杉浦って名前の選手が何人もいたのか？いや、この杉浦選手、この4試合の中で3試合先発で出場しているんだよ。中には延長までもつれ込んだ試合もあって、連日ではなかったとはいえさすがに投げすぎだとは思うよね。さあ、次は21位から16位までだよ。いやまたとんでもない量が出てきたな。まあこちらとしては、一気に紹介できた方が楽な面はあるけど、ということで、ここでは1985年のシリーズを。このシリーズは、阪神が球団創設以来初の、日本一を達成したシリーズでもあるよ。バース、掛布、岡田を擁する猛打打線の阪神と、工藤、東尾、渡辺を擁する投手陣の対決。結果として、総得点で見ると阪神打線に軍配が上がった形になったね。この年は確か、バックスクリーン3連発があった年だったか、よくテレビでも取り上げられてた年だったんだな。でも、阪神が日本一になった年は、この1985年のみなんだけどね。さてお次は、2000年の日本シリーズ。このシリーズは、巨人の長嶋監督、大英の王監督、巨人の元同僚同士の対決。通称、ON 対決と称されたシリーズでもあるよ。まあ確かに、この二人は有名だからな、注目度も高かっただろうな。結果としては、大英が2連勝した後巨人が4連勝し逆転で日本一。得点も両チームの手法によって明暗が分かれた形となって、4連勝のほとんどは巨人が圧倒していたよ。さて、いよいよ一桁台に突入したよ。ここで2019年が出てきたか。まあこのシリーズも色々と話題になってたね。ってなわけで、15位は2019年のソフトバンク巨人戦。結果はソフトバンクのストレート勝ち、総得点も2倍以上の点差をつけられたよ。ここまで圧倒的な差をつけられるとはな。それにこの点差、一部のファンからはあの334を超えるんじゃないのかとさえ言われていたよ。まあ結果的にそこまではいかなかったけど、それ以前にセリーグとパリーグの差を見せつけられた感もあったね。さて次は、9位の1998年の日本シリーズ、横浜西武戦だよ。このシリーズは、横浜の前身の太陽ホエールズの1960年以来、38年ぶりの日本一を達成したシリーズでもあるよ。マシンガン打線と呼ばれる横浜が、西武優勢だった下馬評を覆し勝利。それを象徴するかのように、1試合で17点も得点した試合もあったよ。やっぱり、ペナントレースで猛威を振るっていた打線、日本シリーズでも変わらず発揮できた結果だろうな。さて、今度は3位までの紹介になるよ。いよいよここまで来たな。今のところまだあれは出てきてないけど。いやまあ、もうここまで来れば大体察せるでしょ。ということで、5位の2003年、大英阪神戦のシリーズ。このシリーズは、1985年以来のリーグ優勝を果たした阪神と、100打点カルテットを擁する大英との対戦になったよ。結果として、最終戦までもつれ込んで大英が日本一を達成。ただこのシリーズ、お互いが勝利した試合の球場が、すべてホーム球場だったみたいだよ。そしてそのシリーズは、完全内弁慶シリーズとも称されているよ。そういうこととなると、本当にどっちに転ぶかわからなかったシリーズだったんだな。でもまあ結果としては、100打点カルテットが猛威を振るい、2桁得点を記録した上に完封、総得点も2倍以上の差をつけられた。ちなみに、このシリーズ以降から、プレイオフ制度が適用され、これがリーグ優勝をしたチームがそのまま対戦する最後のシリーズともなったよ。さて3位は、1990年の西武巨人戦。このシリーズは、西武のストレート勝ちで日本一を達成。スコアもここまで来ると圧倒的な数字だね。本当にリーグ優勝したチーム同士の対決だったのか？
まあここまで差をつけられると、そういうのも仕方がないかもしれないけど、負けた側の巨人の選手もこのシリーズは思い出したくないほどの、トラウマなっていたそうだよ。それでは、2位の発表になるよ。第2位は、2020年のソフトバンク巨人戦。このシリーズはソフトバンクのストレート勝ちで日本一を達成。総得点は26対4。これもまた圧倒的だね。圧倒的というか、ここまで差がつくなんてな。しかも去年だし。このシリーズはある意味あの記録を超えるのではないかと、ネットでも結構盛り上がっていたよ。更新となることはなかったけど、どちらにしろ手も足も出なかったのは確か、セリーグとパリーグとの差、如実に出てきているのかもしれないね。まあ確かに、最高でも2点しか取れていないのも、それはそれで問題だな。さて、やっとここまで来ました第1位。結構編集も大変だったからな。まあ結果もわかってるだろうし、引き伸ばすってことも時間がもったいないので発表するよ。第1位は、2005年のロッテ阪神戦の日本シリーズ。結果は、ストレート勝ちでロッテが日本一を達成。ロッテは4試合中3試合で10得点を記録。片や阪神はシリーズ防御率 8.63、本塁打0本など、2020年時点でも最低の成績を記録したよ。さっきのもひどかったけど、これを見たら確かにこれが一番インパクトがあるな。ロッテはもちろん、阪神の選手とも戦力に差はなかったとは思うんだけどね。まあ結果的に、この惨敗によってこの334っていう数字が広まり、色々なところでネタにされ、もはや関係性すら薄いものにまで関連付けられる始末。今から15年以上前のことだから、ファンはもとより、選手たちも忘れたいことでもあるんじゃないかな。だから2020年の日本シリーズでも、その更新を期待してたんだな。まあそうなんだろうけど、ここまでの記録は今後そうそうでないだろうね。ってなわけで、今回の算出方法の結果、2005年が最もインパクトのあるシリーズということになったよ。おおよそ予想通りといったところか、ただインパクトといった点で言えば、最終戦までもつれ込んだシリーズであっても十分あったんじゃないのか？確かに、拮抗し白熱した試合もたくさんあったし記憶に残る激戦もあった。こういったものはインパクトの捉え方によっても違ってくるだろうね。ってなわけで、今回はここまでにしておくよ。それでは、ご視聴、ありがとうございました。